さあ焼けました。いい感じです。もう一回。さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、なんと米粉のチョコシフォンケーキ、こちら作りたいと思います。ぜひ最後まで作り上がってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日使う型なんですけど、17センチで底が取れるアルミ型を使ってます。紙とか引かずにもうこのまま使っていくので、これだけ準備しておいてください。はい、じゃあこれまず材料の粉なんですけど、これ米粉ですね。米粉入れます。でこれ3種類あって絶対振る必要があるので振るってます。ココアとあとベーキングパウダーですね。これ振るってるのはこの3種類の粉を混ぜたいっていう意味があるので、必ず皆さん振るようにしてください。であとはこれちょっと見えてくるんですけど、こうやってダマがあるんですよ。でこれが生地に残っちゃったりとかで、この部分ココアが結構ダマなんですけど、これが全体に散らないことによって失敗しちゃうので、これ振るっていうことはめちゃくちゃ大事で、それだけで失敗を防げます。でこれ今1回振るったんですけど、見てください。これ全然混ざってないじゃないですか。振るったら本当は均一な色にならなきゃいけないので、これまだ全然混ざってないので、この後もう1回網で2回ぐらい、全部で3回ですね、振るってしっかり混ぜておきます。皆さんもそこまでやっといてください。はい、これ卵なんですけど、卵黄と卵白にする必要があって、こっちが卵白ですね。メレンゲにするのでちょっと大きめなボウルにしてます。こっちに卵黄入れていきます。はい、これ材料のチョコレートなんですけど、ここにお水ですね。お水を加えます。でこれが結構ポイントで、サラダ油を使わずにチョコレートの油だけでふわふわにシフォンケーキを作るポイントです。でこれをラップをして600ワットのレンジで溶けるまで加熱したいと思います。はい、これチョコレートと水ですね。溶かしたやつをここでしっかり攪拌して混ぜておいてください。でシフォンケーキって結構サラダ油が入ると思うんですけど、これはチョコレートが油で、水は普通の水ですよね。水分ですよね。でこの油分がチョコレートの油分でシフォンケーキをしっとりさせてます。でここにさっき割った卵黄を全部入れちゃいます。はい、これでしっかり混ぜます。で卵黄ってすごくて、卵黄には水と油を混ぜる効果があるんですよ。でさっきはチョコレートと水で油分と水分だったんですけど、ここで卵黄が入ることによってこの2つがしっかり混ざります。でこれも混ぜすぎとかないのでしっかり混ぜてください。はい、こんな感じですね。ちょっとねさっきはやや分離気味だったんですけど、結構今綺麗に滑らかな液体になってます。まだちょっとあったかいような状態ですね。でここにさっきふるった粉も加えていきたいと思います。はい、ここにふるっといた粉入れていきます。はい、これ全然混ぜすぎとかもないのでしっかり混ぜてください。混ぜない方が失敗しちゃうんで、ここ混ぜるのがポイントです。ちょっとこうなんでしょう、マヨネーズみたいなとろっとした感じになります。でここまでくればもう半分できたも同然で、あとは卵白に砂糖を入れてメレンゲを作ってこの生地を合わせればもう完成なのでやっていきたいと思います。はい、これ割った卵白なんですけど、ここにお砂糖を入れます。で皆さん間違っちゃいけないのは、お砂糖は必ずこうやって全部一気に加えてください。で今日はチョコレートに合うきび糖を使ってるんですけど、グラニュー糖とかでも全然大丈夫です。ポイントは全部一気に入れて速いスピードで泡立てるっていうのがポイントです。ちょっと飛び散っちゃうんで一回軽くなじませて、これで泡立てます。これ今ちょっと最高スピードでずっと泡立ててたんですけど、今こんな感じですね。で見るとちょっと泡の気泡が荒いんですよ。なのでポイントで、これ今最高速で、それをちょっと中速ぐらい、これ5番だったら4番か3番ぐらいでさらに泡立てるときめが細かくなって沈まないシフォンができるので、沈まないシフォンを作りたかったら最高速からちょっと下げたやつで泡立ててください。
さあできました。これぐらいですね。見てください。こうやって傾けても全然動かないぐらい。ありますか？すごいツヤもあって滑らかな状態です。これ2段階で泡立ててるんでこういうメレンゲができます。これで他の材料と合わせていきたいと思います。はい、これさっきのペーストみたいなやつとメレンゲですね。でポイントがあって、これメレンゲの一部をちょっとこっちに入れちゃいます。でこっちのペーストがまだちょっと硬いのでこのメレンゲと混ぜてあげて硬さを柔らかくしちゃうんですね。でも全然メレンゲしぼまないんで、泡立て器でこうやってガシャ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 混ぜて大丈夫です。これは砂糖を最初から入れてツヤのあるしっかり硬いメレンゲを立ててるのでこうやって混ぜて大丈夫です。ほらこんだけ混ぜてもまだこんなふわっとしてるんですよ。これは泡立てたりとかしたいんじゃなくて2つを混ぜたいだけです。はい、そしたら泡立て器はもう大丈夫で、こっちにこのベースですね、これを入れていきます。はい、でこれ全部入ったらこうやって下から上、下にある生地を上に持っていく感じで下から上下から上って混ぜていくと勝手に混ざっていきます。こうやって下から上下から上ってツヤのある感じに。でたまにゴムベラのものついてるやつを取って周りも剥いで、これをまださらに混ぜていきます。ちょっとカメラ映像上じゃわからないんですけど、かなりツヤが出てきてるんですけど、ありますかね。これも完全に混ざってます。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ今生地入れたんですけど、これ型の性質上こうやって生地を入れていってもちょっと気泡が入っちゃうんですね。それを防ぐためにこれ竹串なんですけど、お箸とかでもいいです。2本重ねてこうやって中くる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 回してあげます。そうすると中に溜まってる余分な気泡が全部抜けてより均一に仕上がるので、これ結構おすすめです。はい、こんな感じですね。これで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。さあ見てください。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。キメもすごい整ってます。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。もうふわふわすぎて最高ですよ。米粉結構いいですよね、レシピ。うまい。小麦粉より美味しいかもしれない。すごいふわふわしてる。皆さんこれ冷凍もできるんでぜひやってみてくださいね。さあこれポイントのおさらいですね。ポイントはこれもうメレンゲなんですけど、卵白に砂糖を一気に入れてうわーってしっかりツヤのあるメレンゲを泡立ててください。それさえ守ればね、もうあとはもうチョコと混ぜてしっかりこう混ぜまくっても全然美味しくふわふわにできるので、そこポイントです。メレンゲをしっかり作る、しっかり混ぜる。で小麦粉と違って混ぜすぎとか一切ないので、ここもやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。